皆様、本日はですね、パスタなんですけれども、新しいシリーズですね。はい、コッタソパスタ。はい、お家でも簡単にできて本格的なコッタソパスタをこうちゃんが作ってくれます。はい、じゃあやっていきます。で、今回はもうほんとじゃあ超基本となるトマトソース、めっちゃ美味しいトマトソースを作って、で今回それはもし多く作っても冷凍保存ができるので、まずはね、本当もうトマトソース系のパスタの基本となるトマトソースを作って、そちらを使ってこちらのモッツァレラとチョリソーとナス、こちらのトマトソースパスタ、ナスとチョリソーのモッツァレラトマトソース作っていきたいと思います。はい。素晴らしい。ちなみにパスタはマジでこうちゃんの得意料理なんで、そう覚えておいた方が絶対いいと思います。マジでパスタはね、俺マジ得意だと思う。パンパンってなんだうちの母上がパスタばっか作ってる職人だったからパスタと本当でも楽にできるからね、マジでおすすめ。じゃあやっていきます。まずトマトソースからで、本当に美味しいトマトソースを作りたいんだったらちょっと時間はかかっちゃうんだけど、これを作って多めに作って冷凍保存しとけばいくらでも後からね食べれるのでおすすめなんで、今回ちょっと多めに2缶分トマト缶ですね。今回はこちらのトマト缶2缶に対して玉ねぎを1玉にニンニク4かけなんだけど、まあ玉ねぎ1玉使えばね玉ねぎの甘みもしっかり出るんだけど、もうちょっとトマト感をね感じたいよって方は玉ねぎ1分の1とかにしてフレッシュなトマトを入れてもいいよ。そこら辺はちょっとしたアレンジはねもうお任せなんだけど、基本的にこのトマト、玉ねぎ、ニンニク、あとまあオリーブオイルですね、こちらがあればすごい美味しいのができます。まずもう今回は全部みじん切りなんでブンブンチョッパーですね。よいしょ。まずじゃあ玉ねぎは適当な大きさにカットしてブンブンしちゃいます。玉ねぎのみじん切り。ちょっとソースの加熱時間を短くするためにも最初にちょっとこっちのちっちゃめのやつでやろうかなと思ったんだけど、もう大きいフライパンでやっちゃいます。でもこの中にとりあえずカットした玉ねぎ全部入れちゃって大丈夫。まず1分の1分入れて、そしたら残りの玉ねぎもブンブンして、プラス玉ねぎとあともうニンニクも同じタイミングで入れちゃって、こちらも同じくブンブンします。はい、 OK、 こんな感じ。そしたら全部入れちゃいます、鍋の中で。はこちらね全部ブンブンし終わったやつなんだけど、ここにオリーブオイルで、オリーブオイルの量って結構たっぷりです。こんなにっていうぐらい、ちょっとね軽く浸るぐらい、これくらいかな、わかるかな。で今ちょっとダマにはなってるんだけど、まあ全面に広げて、結構オリーブオイルひたひただなっていう量、これくらいしっかりとオリーブオイルを入れて、はい、火にかけていきます。で弱めの中火、ここからまあ炒めていくんだけども、炒めるっていうのもちょっと油で煮るじゃないけどさ、それくらいの感覚でじっくりと火を入れてあげてください。でニンニクの香りが立つまでじっくり炒めていきます。であともしあるのであれば、ここにトマトソースでねよく使うんだけどオレガノ、乾燥したオレガノでいいので、オレガノがあるとより一層風味豊かなトマトソースに仕上がるので、今回僕はねこれは使おうと思ってるんだけど、トマトソースを使う時とかって結構よく使うので、このオレガノあると便利です。はい、で見てわかるかな、結構油しっかり入ってるんだけど、オリーブオイル全然しつこくないのでたっぷりでも全然大丈夫だし、このオリーブオイルがいい味出してくれるのでしっかりたっぷりめに使ってあげて。ではこんな感じ、わかるかな、ちょっとオリーブオイルの色が強くなって黄色っぽくなってきた感じ、これくらいになったら大丈夫なんで、ここに辛いのがお好きな方とか、あとはまあ味が締まるのでこちらの輪切りの唐辛子をほんと1つまみ、僕はちょっと味を締めるためにほんと1つまみぐらいで唐辛子入れて軽く一緒に炒めてあげて、そしたらね結構オリーブオイルに香りが移るので全体的に唐辛子の風味がね移ります。ではここにこちらのトマト缶2缶入れていきます。でちょっともったいないのでここ湯水で、まあ適量でいいので水分入れてちょっと湯水できれいにトマト缶使っちゃいます。でトマト缶が入ったら、はい、全部まず合わして
で塩コショウで味を整えるのは水分飛ばしてからでも全然大丈夫なんで、まずこの状態で煮込んじゃってください。ただもうね、玉ねぎがしっかり火が入ってて、結構もう初めからちょっとわかるかな、水分サラサラっていうよりはもったりしてますね。そしたらここにオレガノ、ここは僕は4振りほど入れておきます。香り付けなんでね、しっかりとした香りがいい方はもうちょっと入れてもいいし、まあそこら辺はお好みで。ちょっと一回ね、ふつっとしっかりするまで中火で。正直これだけでもすっごい美味しいです。ただやっぱね、トマトの酸味を少しちょっと飛ばしたくてマイルドにしたいので、この状態でまあ今回は10分ぐらいでいいかな。まあ本当にしっかりやるとね30分ぐらい煮込んでもいいんだけど、まあ、10分ぐらいとふつふつしてきたら弱火に落として、まあ、焦げないようにねたまに回してほしいんだけど、まあ弱めの中火、まあ、ほぼほぼ弱火ですね。この状態で10分間ふつふつしだしてから10分間ですね、しっかりと煮込んであげてください。あ、ちなみにね、結構こんな感じでわかるかな、マグマみたいな感じになるんだけど飛び散っちゃうんでね、そこら辺だけ注意してね。ではこちらで10分ほど煮たやつですね。さっきよりもちょっと水分がまた飛んだかなって感じなんだけど、じゃあ最後ここに塩コショウ、ここで味も見て塩コショウしてあげてね。今はまだそのほんとトマトのうまみ甘みとかしか出てないんで、お塩を少々とこの辺は調整してあげてください。黒コショウで、あとちょっとね、さっき味見した感じもうちょっとオレガノがあってもいいかなって思ったんで倍量入れときますね。もう4振り、これで再度味見てあげて、塩分とじゃあ味見た感じ、これですっごく美味しかったんで、今回こちらでトマトソースは完成で、まあ今回これ全部使い切らないんで残ってる分は冷凍保存すれば保存が効くので、トマトソースとしてこれくらいたっぷりめに作ってあげて一度に OK。 じゃあもうあとはパスタの準備に取り掛かります。今回のねトマトソースの具材の準備にかかるんだけど、そしたらもうお湯は茹で始めといて、でナス、こちらヘタは取ってよく水洗いしたものですね。でこちらをそうだね8等分かな、123、うんそうだね8等分で。でナスはねたっぷりの方が美味しいよ。まあ大ぶりでもいいよって方は6等分とかでもいいと思います。その辺は皆さんお好みで食べやすいように。ただナスはね輪切りも全然いいんだけど、こっちの方がなんか今回ちょっと処理そうと馴染みそうだったんで、今回は長くカットしちゃいます。じゃあお次こちらチョリソー、こちらは斜めに薄切りでいきます。でね、これの肉のうまみと辛みが今回のポイントですね。なのでできればまあ辛いのが苦手な方はね普通のソーセージで大丈夫なんだけど、チョリソーを使ってあげると今回のパスタにすごいよく合うと思います。 OK でモッツァレラチーズは最後合わせるので、こちらで材料のカット終了。火にかけていきます。調理に取り掛かるんですけれども、もうパスタ入れちゃいます。こちら今回10分用のやつなんですけれども8分で揚げちゃいますね。じゃあたっぷりのお塩とお湯でパスタ 300g 入れちゃいます。で、すみませんちょっと忘れてたんですけれども、こちらのニンニク、こちら3かけ分なんだけど、もう一回ちょっと半分にカットして、でそしたら包丁でちょっと潰してあげて、こうやってギュッてちょっと気をつけてね、包丁の刃が滑らないように。でこうやってしっかり潰してあげるとニンニクの香りも出やすいので、包丁の腹で潰してあげてください。じゃあ改めましたこちらフライパンにオリーブオイル、これもちょっとまた多めに入れて、ニンニク、潰したニンニクですね。はい、ニンニク入れてちょっとオリーブオイルに香りを移していきます。ただまあ焦げやすいので注意して、でニンニクの香りが立ってきたらここにチョリソーを入れていきます。でチョリソーにオリーブオイルが回ったら火は中火ですね。はい、じゃあチョリソーにいい感じに油も回っていい香りが立ってきたので、おナス軽く味付きの塩コショウ、軽い下味ですね入れて、はいナスとチョリソーを絡めて、で火はずっと中火ね。いい感じ、油をね結構ナスが吸ってくれて、でナスにいい焼き色がちょっとついてきてしんなりし始めたら、ここにこちら先ほど作ったトマトソース、はい、
今回お玉3杯分入れちゃいます。山盛りお玉3杯でちょっと絡めといて、であと最後大事なのがこのパスタの茹で汁を入れるんですけれども、塩気も追加されるっていうのと、あと乳化させてソースと一体感を出しますね。じゃあ残りパスタ30秒ぐらいなので、ここにパスタの茹で汁を お玉1杯分、結構これで水分が追加されるので、ちょっとよく伸ばしておいてソースと一体化させます。ちょっとこの状態で煮詰めてる間にパスタがあと10秒ですね。で一切りしたパスタ、少々残ってても大丈夫なんで、はい、入れちゃって、で今回10分のパスタは8分で揚げてるので、まだちょっとね芯が残り気味なんですよ。それを中のトマトソースと足した1杯のパスタの茹で汁でちょっと煮込んで、最後にここで火を入れる、かつトマトソースのうまみを吸ってもらいます、パスタに。でこれでね、もうあとはパスタ結構吸っちゃうので、これ結構ねちょっと伸び気味でも美味しいんですよ。なんですけど今のやり方だとアリデンテにはなります。はい、時間が経っても美味しいのでね。でこちらのモッツァレラチーズ、これフレッシュなちっちゃいやつなんだけど、これ溶けやすいので盛り付けた時に一緒にやっちゃった方がいいですね。この状態で入れちゃうとすっごいどんどん溶けていくので、最後盛り付けの時にこのモッツァレラを追加してあげてください。で最後ちょっと味見した感じでもうちょっとお塩を足したかったんで、胡椒、お塩と胡椒を混ぜ合わせたら、こちらでナスとチョリソー、あとはモッツァレラのトマトソースパスタ完成。じゃあ実際食べていきたいと思います。では早速実食していきたいと思います。いただきます。いただきます。もう今回はね、伸びちゃう前にまず何もつけずにいこうかな。やっぱやっぱ器素敵ですね。買ってよかった、パスタボール皿。じゃあいただきます。いただきます。うまっ。うまみがチョリソーうまっ。お茶ほん天才だわ。やっぱり本当にうまい。めっちゃうまい。本当お店なんだよな。すごいよな。マジでうまい。これパスタもマジで自信あるわ。マジうめえ。ちょっとモッツァレラと食べた瞬間やばい。ちょっと俺もモッツァと一緒にいこうかな。ちょっと熱で溶けかけてるね。いきます。すっごいトマトソース、こんなに美味しいトマトソースマジで本当にないよね。だから本当お店に行って俺ほとんどトマトソースのパスタ逆に食べないもん。こうちゃんの方が美味しいから俺いつも和風パスタにするの、その理由もあると思う。待って、モッツァレラ超うまい。うまいよねマジで涙出るほどうまい。これは本当みんな覚えた方がいいと思マジでこのトマトソースマジで、今回作った量まだ半分残ってるんですよ。う。なんであれを残しとけばね、いつでもトマトソース簡単に作れるんでマジおすすめ。すっごい、もうパスタにもううまいみがめっちゃ捨てて、もう最高。普通やっぱパスタってさ、もし伸びちゃったらさ、みんなちょっとあってなっちゃうじゃん。でもこうちゃんのね、パスタは伸びても絶対美味しいんだよね。パスタのソースがうまいから。吸ってくれてより美味しくなってる感じだもんね。幸せすぎる。なんだろうこの絶妙な味のバランス、表現しがたい。もうただただうまい。ほんとトマトソースがさ、全然酸味がもうないからさ、そうだね。優しいしまろやかになってるもんね、トマトが。なんかすごいギュッと凝縮されてる感じ。ナスのこのしんなり加減も最強だわ。
いやマジでもうこれだけで本当に美味しいんだけど、ちょっとだけこの粉チーズをね。ああもうねわかるよ。でも俺今回これでもうタバスコいらないな。もうねうまみがね、なんかこの味の邪魔をしたくないって思っちゃった今。珍しいよ。あでも結構見てくださってる方でやっぱタバスコファンの方もいらっしゃるもんな。じゃあ粉チーズで。俺もうだから正直粉チーズもなくてもいい。市販のやつだったら絶対かけるけど、こうちゃんのこのトマトソースのパスタはマジで俺このまんまずっと食べたい。ナスだけ食べても超うめえね。パーフェクト。これがお家で食べれるのかって思ったら、もう多分ね旦那さんとかもね、まあ多分もうやばいと思うよ。いや本当でもね、お店で食べるような味になるから、マジでトマトソースね自作で作ってみてきちんと、やっぱね少し時間はかかるけどその分本当に美味しいトマトソースできるんで。マジうめえ。幸せすぎる。でもやっぱこのモッツァレラチーズが入ってるんだったらもう粉チーズいらないな。ね、モッツァレラチーズが本当にいい味出してるもんね。ミルキーよ。うまっ。すごい、本当にすごい。じゃあ最後一一口。すごい、本当にうまい。ということで本日はですね、コッタスパスタ第1弾ということで、ナスとチョリソーとモッツァレラのトマトソースパスタ、おこうちゃんに作っていただいたんですけども、お家でね、作れるパスタではマジで僕世界一うまいと思います。間違いなく。でこんだけね美味しいと外で食べるときに本当トマトソースパスタを頼まなくなるぐらいめっちゃうまいんですよ。で食べてもらえたら分かるんですけど、このトマトのね凝縮された感じがもうたまらなく美味しいです。本当にこの他の素材がなかったとしてもこのソースとパスタだけでも美味しく食べられるぐらいめっちゃしっかりしてるんでおすすめだっていうのと、やっぱりこうちゃんのねパスタ料理はマジでうまい。本当に、これはちょっと自画自賛だけどマジでうまいと思う。ありがとうありがとう。これマジで作ってほしい。本当にこのねトマトソースだけ覚えていただければ、あとはナスとかねチョリソーとかモッツァレラ入れてるんですけど、他の食材とかでも十分美味しい料理が作れると思うんで、ぜひ皆さんね覚えていただけたらなと思います。はい、ということで本日は以上になります。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。最後までご視聴ありがとうございました。またね、バイバイ。